무슨 소리야! やめて! でもそこまで深くない。喧嘩してなくちゃいけない。喧嘩しなくちゃいけないの？そうね。俺的に脈ありだと思うけど。いちいち1回だよ。こんあににちゃせよは。ー、りゅうたくです。皆さんから恋愛相談をたくさんいただいたので、今日はりゅうたくがそれについて答えていきたいと思います。思います。初めてだね、恋愛相談。できます？恋愛経験どれぐらい？恋愛マスターだからさ。私は、父は大人になってからあんまりない。ああ、そなんか7年付き合ったりとか言って、ほぼそれなみたいな感じだけど、まあとりあえず行ってみましょう。そして皆さん、もともともうちょっと早くするべきだったけど、本当にいろいろあってこんな遅くなりました。チェソンニだすみませんでした。あと今日なんか食べながらやりたかったんですけど、そうりゅうちゃんの胃があんまり良くなくて、今日はお菓子も食べれずに背後だね。それでは最初からいきましょうか。はい、やっていきましょう。いやもう結構たくさん来ててさ、100件以上送ってくれたんだよね。そうなんだ。今日はその中からランダムでいろんな人を選びたいと思います。はい、行きましょう。はい。じゃあ일본인 특징인 회피 성향에 대해서 어떻게 생각하시나요? 타쿠님은 그런 부분이 없으신가요? どうだろうね。これってどういうこと？回避系。例えば、喧嘩した時、まあその状況から逃げたいみたいな感じで。そういうこと？で、まあなんか連絡を急にしなくなったり。はいはい、逃げるってことが。それだったらないかもな。ない。俺はそういう時りゅうちゃんとすぐ仲直りしたいから会話したりとかはするけど、でも日本人は多いんじゃないかな。どうだろう？韓国人ってどう？話し合う人が多い？まあそうだね、ストレートの人多いから。まあでもあっちゃあるけど、好きじゃないんじゃないみんな。まあそうだよね。日本人は結構こっちだよね。よくある。なんか急に既読無視みたいな。そう連絡しないとか。韓国人だったら、急に喧嘩中に既読無視とかしたら、もうなんかもっとイライラして、もっと怒るんじゃない？そうなんかこいつなんで見ないのみたいな感じで手なして手なってなかったらなんで出ないのみたいな感じでちょっと出ない100個ぐらい。なるほどね。まあ確かにそうね。日本人と韓国人でそれぞれの性格があるよね。でもタクは、わかんない。なんかちょっと、そんな喧嘩したことないし、だからちょっと詳しくはまだわからないんですけど、ちょっと喧嘩してみなくちゃいけない。喧嘩しなくちゃいけないの？そうね、喧嘩しなくちゃいけない。兄よ、やだ。ちょっとわからないからね。まあでも、たとえそんな時になったとしても、すぐ俺はりゅうちゃんと話して仲直りしたい。そうなんかそれをすぐ話さないと、もうどんどん問題がね大きくなっていくから。だからそれは日本人も韓国人も良くないと思います。そうね、早めに解決しましょう。やっぱ喧嘩は好きじゃないけどね。そうね、喧嘩はね、ストレスもたまるし。じゃあ次。バイト先の客として来た日本人男性と日本語で話したのがきっかけでインスタを相互フォロー。約5ヶ月毎日連続で連絡しており、必ず1日1回は連絡が来る。しかも相手はいつでも来てずっと待ってるって言って、ずっと待ってると言い、ワーホリで日本に来たら鎌倉を案内するとも言ってる。ただ日本人男性の表現なのかわからないけど、消極的で友達として仲良くしてるのかどうか知りたい。俺的に脈ありだと思うけど。でも、いちいち1回だよ連絡。でも日本人だからね。ちょっとわからない。でもどうだろう。でも、タックも最初は私にそんな連絡しなかったんです。まじゃ。そうね、なんか私が、コーリとアリが、亡くなった時、あの時、タックと会う予定があったんですけど、この時ちょっと悲しすぎて、もう私ちょっと一人にしたいみたいな感じで、だったらもうその時から連絡来なくなってもうなんかそういう感じもあるから、どうだろうね。日本人って難しいね。そうなんか韓国人だったら、いちいち1回これは興味ないでしょみたいな感じでちょっと言うけど、もうなんか日本人だったらそれが言えないから、何が悩みかすごくわかる。俺はりゅうちゃんと連絡してた時、あえて
ちょっと少なくした方がいいかなと思った時があって、それは連絡をしすぎるとちょっとこれしつこいなって思われるのがすごく嫌だ。これ聞いたそう、なんか暇な人に見えるとか。いやでもさ、1日1回はちょっと少なすぎない？そう、なんか私は最低、朝のおはよう、おはようと夜にお休みみたいな、その2つは必ずやった方がいいじゃないかなと思うけど、でも付き合ってないからどうだろうね。ちょっと難しい。まあこれは脈ありだけど日本人だから消極的ってのは合ってるんじゃないかなと。私が見た感じは、可能性はあり、でもそこまで深くない。なんか、最初も男の方からインスタ交換してほしいって言ったし、で交換して連絡続いてるし、だから、可能性はあり、でも、遠距離だし、いつ会えるか分かんないし、だから、こっちもそんなに真剣には思ってないんじゃないかなと思ってる。なるほどね。だからウォーキングホリデー行って、すごくよく会えたり、デートを何回かしたりしたらちょっと変わると思う。なるほどね。今はそこまではっきり言えない関係。確かにちょっと興味がある感じだよね。興味はあると思う。そうだね。興味なかったらいちいち1回でもしないもんね。まあそうね、日本人男性ははっきり言わなくちゃわからないっていうこともあるかもしれない。自分の気持ちをストレートに伝えてみてもいいのかもしれない。じゃあ、なんか例えば、タクが私を好きに、なんか最初から好きだったって言ったからちょっと難しいけどねなんかまだ興味だけある人が急に、タクは私のことどう思うとか言ったら、それもちょっと負担じゃない？それはちょっと早いと思う。そっかそっか。だから日本に行って、何回か会ってその後を聞いてみるのもありかな。そうだね。何回かデートとかして相手を知った方がいいね。じゃあ次、日本人の男性からの質問で、韓国人の彼女がいるがうまくやっていく上でのアドバイスが欲しいです。これ俺への質問だね。そうだねなんか嬉しいな韓国人の彼女みんなに言えることじゃないけど、でもストレートに表現する自分の好きな気持ちだったりとか、表現をストレートにする。たまに日本人たちは、なんか全部じゃないけどね、全部じゃないけど、なんかこれ言ったらちょっと気分が悪くなるかなと思って、自分だけ考えたり、そういうのが多いから、もうそれが結局喧嘩になるのね。でそれが良くないと思う。確かに韓国人は、もうモヤモヤするのが本当に嫌な性格が多いから、そういうのをちょっと気をつけた方がいいんじゃないかな。いやなんかさ、日本人同士で付き合ってると愛してるとかも好きですらあんまり言わなくなっていく。そうね、そういうのも不思議だなと思った。韓国人たちは愛情表現も結構多いタイプ多いじゃん。だから、そういうのもよくやったらいいね。確かに。タクも日本人らしくない自分から言ってくれるから、私はそれ満足。それはリュウちゃんと付き合ってから変わったかな。本当？もうちんちゃ。確かになんか、タクの友達とかに聞いてもね、不思議だね一気にこんな変わるそうね、愛情表現をたくさんするようになってからなんか自然と言葉が出てくる。表現が一番大事かもね。そうだから普段から愛情表現をたくさんしましょう。りゅうちゃんがさっき言った細かいプレゼント。マナー、デートマナーとか。なんか例えば、それ聞いたんですけど、日本人の男たちはバッグとか持ってくれないみたいな。なるほどね。でもその理由を聞いてちょっと笑ったけど、なんかそのバッグまでファッションじゃないみたいなそれもあるけどね。それもあるけど、なんか持ってくれるかみたいな、持ってあげようかみたいな感じで、声かけた方がね、そっちの方が嬉しいかもな。確かにね。なんか女の子がいやこれファッションだからみたいな感じで言ったら OK だけどね。意外と女の子ってさ、バッグ重いからね。小さいけど意外と重いの。化粧品とか入ってるから。持ちましょう、バッグは。持ちましょうじゃあ次はフランス人の方から来たよ。すごいね。彼氏は日本人
私はフランス人、で遠距離。大変。関係はいいけど距離が7時間ぐらいかかる。私は将来子供が欲しくないと伝えたけど、彼の家族が子供を望んでおり、できれば外国人じゃない相手を探すように伝えてる。でも彼氏はずっと味方でいると言ってくれたけど不安。これは家族の問題があるから。そうね。じゃあタックだったらどうする？じゃあ例えば、タックの家族、そうしないけど、例えばね。例えば同じ状況だったら。日本人で相手探しなさい。いやでもここの2人の関係、愛し合ってたら、家族に何と言われようと、そこは自分の意思で決めたらいいんじゃないかなって思うけど、自分の人生だからね。そうどうだろう、その彼氏がちょっと家族のことを気にしてるのもわかるけど、でも結局、悩みをちょっと彼女にパスしたのは、自分もちょっとは子供をずっと欲しいかなみたいな感じもあるかもしれないみたいな。彼は将来結婚して子供が欲しいって言ってるらしい。でしょ、だから意見が違うんだよね。これはちょっと難しい。これ難しい問題だね。これは難しい。これは国際恋愛じゃなくても多分あると思う。確かに。最近は、理由は女の子って妊娠して子供産んだら、もう体がめっちゃボロボロになるらしい。健康にも良くないって聞いて、復活するまでに結構時間がかかるもんね。だから、女の子としてはやりたくないみたいな感じ。たくさんいるだろうね。深すぎる。めっちゃ難しい。深いな。でも結局女の子の体じゃん、だから私は女の子の意見がもっと大事だと思ってる。あと彼氏が、いやでも私の家族たちも子供欲しいんだって、もうそうしないと日本人探すしかないみたいな感じで、ちょっと脅迫みたいな感じで言ってるじゃん。これちょっと良くないなと思った。これ良くない。もし家族になったとしても、その後ちょっと怖いよね。ちょっとこれは話し合って、ずっとでも私の家族も欲しいんだってみたいな感じで言ったら、ちょっとこの関係を考えてみた方がいいじゃないかなと思う。未来的にね。そうだね。ただ付き合うだけじゃなく、結婚とその未来まで考えてるなら、そういうのもちょっと合わせなくちゃいけないじゃん。確かにね。このままずるずる伸びて、じゃあ10年後結局子供を産みたいからっていうので別れちゃう可能性があるから、それは早めに話し合って解決した方がいいよね。今仲良くても、そういう問題も大事だからね。現実的な問題の。これは大人の世界だね。これちょっと深かったね。難しい。でも応援してます。はい。 22살인데 아직 연애를 한 번도 못 해봤어요. 모태솔로だって. 모태솔로. 기타. 어떻게 하면 기회가 올까요? 학교만 다니니까 적점이 없네요. 학교だけ 通うから 新しい人に会えないみたいな感じ。なるほどね。맞아 맞아。学生だよね、多分。大学生。でも大学生だったら、大学と大学のミーティングとかあると思うけど、でも父は私もやったことないので、そうね。理由はその時も彼氏がいたから。あと YouTube やってたし。そうでも、もうみんなそうやってたけど、どうだろうね。でも愛の方だったらちょっと難しいよね、そういうところ。確かにそうね。性格によるよね、これって。大学生で時間もありそうだから、いろんな経験するのとかいいんじゃないかな。確かにサークル行ったり、ボランティアとか行ったり、あと旅行とか、旅行とか。確かに趣味とかでそういうコミュニティに入ったり。そうでも難しいよね。でもモテソロだからもっとその機会があっても恋愛まで行くのが難しいかもしれない。確かにそういうことか。これさ、何かで学んだ方がいいとかそういう感じ。そうだね。恋愛経験が、でも恋愛経験ないから、そういう時もっと気をつけなくちゃいけないって思う。例えばそのモテソロ恋愛番組1位に出たその人たちみたいに、恋愛初めてだから火がもうついて、もう全部燃えちゃうかもしれないからそれちょっと気をつけてほしいし、出会いは難しいね。出会いはでも本当に趣味とか、そういうサークルとか、その活動であった方が一番安全かなと思う。なるほどね。そう、アプリとかはちょっとね、チャラい遠い
いしね。確かにりゅうちゃんはおすすめじゃないそうです。バイトだったりとかコミュニティ入ったりして、いろんな出会いを増やしていくことで、自然といい人に出会うんじゃないかなと思ってます。そうね。あとそういうのも聞いたの。図書館とか学校の図書館とかでなんかナンパ本読んでて、それなんか、ナンパをあんまりおすすめするところではないけど、もしかして自分のタイプの人がいたら、メモにこう手紙にそう手紙で連絡来たら成功みたいな。なるほどね。そういうじゃあ愛の人に向いてるかもしれない。実は私やったことないけどやったことないけど、やってみたいなと。確かに確かにちょっとロマンチックだね。じゃあやってみましょうやってみましょうぜひやってみてください、アニメの世界みたいなやってみたいな私も。いやわかる。りゅうちゃんにね、俺がりゅうちゃんとまだ出会ってない体でりゅうちゃんがいて、じゃあ私たちはそれだ、カフェでパソコンで別々に仕事してる。すいません。何これ興味ないやつじゃんそれ返してください考えてみます。日本人女性の方からの質問で、韓国人彼氏に浮気されたでしょ。韓国人もやる人はやるよそうね。これからの恋愛が怖くなったらどうすればいいか。これは遠距離だからなのかな。いや人によるよ。人によるか。それはトラウマになるね。確かに。でもやっぱり、恋愛のトラウマは、恋愛で治すしかないけど。なるほどね。いい人に出会うしかないんじゃない？いやでもどうだろうね。この韓国人彼氏どこで出会ったんだろう。もしアプリやっぱりアプリ。もしシーノクボソジュハンジャダメですよ本当に。イメージがあんまり良くない。ソジュハンザン良くないそう有名じゃん。確かにトラウマになってるとは思うけど、それを見返せるぐらい自分がレベルアップして次の人に出会うっていうのがいいんじゃないかな。でも、自分のせいで浮気したわけじゃないじゃん。だからレベルアップってトラウマからレベルアップ、そうね。トラウマも乗り越えられるぐらい自分が強くなる。そうね。浮気されたら本当に辛いもんね。確かになんでそんな浮気するの？他の人会いたかったら別れてからって。確かに。本当に。いやマジでそう。これは、浮気する人がダメだよね。そう。結局、浮気された人は問題ないから、確かに。そう。浮気した人が問題だよ。だからそれをなんかトラウマだと思わずに、確かに。他のいい恋愛を続いてほしいです。そうね。もっといい人がいるから、その人に出会うためにいろんなところに行ったりとか。そう。あとずっと言うけど、アプリとかソジュハンジャンのためです。でももちろんその中でいい人がいるかもしれないけど、マジで100人の中で1人じゃないかなと思う。私の考え。理由はなんか私の周りの友達とか見ても、マジで失敗したこと多いの。アプリとか、クラブで出会うとか、居酒屋で出会うとか、本当に失敗する恋愛めっちゃ多く見たの。長く続くことが少ない。できない。そうだからそういうのじゃない方で恋愛続いたらどうかなと。なるほど。でも浮気する人たちの特徴って何があるからね。連絡あんまりしない。確かにね、なんか連絡あんまりしないから浮気ができるんだよ。連絡めっちゃしてたらもうなんか本当に忙しすぎない？そういろんな人と相手にしてるから忙しすぎる。でも私もともと連絡しないタイプって言ったら、もうなんかこの人も連絡できるじゃん。確かにそうだからちょっと怪しい人は連絡少ない。なるほどね。あと会える日が少ない。そうなんか週末なのに今回はちょっと土日全部友達と遊ぶのになったみたいな。それは怪しいね。そう怪しい。友達の方を優先してたりとか。そう怪しい。そうね。そういう怪しいポイントたちがあるから、気をつけましょう。次ドーナワスと抑止。
클럽을 좋아하는 클럽에서 만난 일본 남자와 사귀어도 되는지 일본의 클럽 인식도 궁금해요. 한국은 헌팅 이미지가 있어서 클럽에서 만난 일본인과 연애 가능한지. 私はちょっと不可能。など。ね、なんか日本のクラブも、結局ナンパの文化ありますよね。あると思う。俺あんまり行かないからわからないけど。ある、めっちゃある。あるよね。そう。なんか私もそこまでめっちゃ通ったわけじゃないけど、でもクラブ好きな友達がいて一緒に何回か行ったことありますよ。で行ったら必ずナンパ来る。だから私はちょっとみたいな感じかもしれない。でも例えば2人ともクラブ好きで、なんか付き合って一緒にクラブ行ったり、それはまだ大丈夫かなみたいな、ギリギリ大丈夫かなみたいな感じだけど、でも片方だけクラブ好きは良くないよね。そうそう、それはちょっと長く続かないと思う。そうね、絶対なんかあるじゃん、クラブで。本当に、なんか男からじゃなくても、女の子からでもナンパ多いから、それはちょっと好きじゃないな、私は。確かに。日本でもクラブ印象一緒だよね。一緒だね。全く一緒だと思う。でももちろん、なんか私が行ったクラブたちの基準で言ったら、もちろん韓国の方がもっと危ない。あ、ちんちゃん？そう、なんか何が違う？韓国の方はトッチとかも結構あるのね。だから気持ち悪いみたいな感じ。知らない人がそう、知らない人が急になんか後ろでタッチしたりなんか近づいたりするから、でも日本はそういうのはなかった。私の経験では。じゃあ日本の方が安全じゃん。日本の方が安全だけど結局ナンパはある。ああ、なるほどね。これはね、自分がクラブあんまり好きじゃないタイプだったらちょっと考えてみてください。考えてみてください。もうなんか全部考えていくって。やばい。これ答えてる。最後です。저한테 너무 잘해주는 남자친구가 사정이 생겨서 남친으로 못해주겠다고 전화로 이별 통보하고 잠수 탔어요. 붙잡고 싶어요? 무슨 소리야! 야매떼! 진짜. 連絡しなくなった。そう、でも、引き止めたい。引き止めたいはダメ。そう、ダメよ。マジで、じゃあ理由を言います。どうぞ。マジで、急に自分から言って連絡止めたみたいな感じは、本当にマナーがない。マナーが悪い人です。じゃあ。だから、これは無理。진짜やめた方がいい。はい。そう。あとこの男は多分自分が上にいるって思ってる人じゃない？確かに。だから私がもうなんかこう言ったらもうこの人はそれ受けるしかないみたいな感じだから、本当によくしてくれた。そうよ。ね、マジでもうね、その彼氏は早く捨てましょう。そう、捨てましょう。ゴミは家にまた持ってくるのはダメだからね。確かに確かに。そうね。ゴミ収集車運びましょう。そう。あとゴミは早く、なるべく早く捨てた方がいいからね。자, 여러분, 그럼 이렇게 저희가 연애 상담을 한번 해봤는데 정말 걱정되는 네? 심파이테키루 아츠とか 네. 또イライラする 네, 맞아 맞아. ことも多かったんですけど、まあ私たちの意見が役に立つようにね、参考になればいいと思ってます。本当にみんな安全だし幸せな恋愛してください。そうです。今回読めなかったメッセージもたくさんあるので、今回の動画がもし気に入ってくれたらまた次でいろいろ話したいと思います。はい、みんなコメントしてください。